こんにちは、アカデミアの富代です。今回はサロンポピュラベーシック100になります。今日は年齢を問わずサロンで人気のマッシュ風ショートボブをカットします。はじめに仕上がりイメージ画像を見ていただき、全体の長さなどバランスを頭に入れておいてください。イメージがつかめたところで早速始めましょう。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。では始めていきましょう。まずブロッキングですが、目尻の上がったライン、この位置から床に対して平行に取ります。そしてバックはセンターで分けます。最初に出来上がり画像を見ていただいた長さを思い出し、お客様の顔を確認しながら襟足の長さをイメージしてカットに入ります。バックのポイント位置は低めにします。まず右側からカットします。まず図解をご覧ください。図のように第1パネルブルーは3センチ幅に取りオンベースでカットします。次のグリーンパネルの引き上げ角度は第1パネルよりも5ミリぐらい引き上げる程度でカットします。黄色のパネルも同じように5ミリ程度引き上げカットします。横に向かうに従って頭皮が丸いので、この丸みに沿って引き出してカットしていきます。頭が一番出ているところより上、ピンクのパネルぐらいからパネルの引き上げ角度を止めてカットします。ここより上、パネルの引き上げ角度は図のように同じ位置でカットしていきます。襟足3センチぐらいの幅を分け取り、スライスラインは少し前下がりに取ります。はじめのパネルは引き上げ角度はオンベースでカットします。次のパネルは5ミリくらい引き上げカットします。このパネルも5ミリ引き上げカットします。ここから上はパネルは引き上げずにこの位置でカットします。上の方は横スライスに近くなりカットするイメージです。フロントサイドは下のガイドに合わせてカットします。第1線目は左右対称になるようにカットを進めます。大体の場合、右と左側では毛流れが違いますので、よく確認しながらカットします。
上の方は頭の周りに沿ってパネルを引き出しカットしていきます。この流れでフロントサイドへとカットしていきます。左右の長さを確認し OK でしたら次に進みます。次にフロントサイドにグラデーションをつけて輪郭に似合うように段差をつけます。第1パネル45度ぐらいに引き上げカットします。次のパネルも引き上げグラデーションをつけていきます。ここにグラデーションがつき丸みができました。こちら反対側も同じようにカットしていきます。次にトップのカットに入ります。まずは図のようにバックのパネル縦スライスで取り、次から放射状に取っていきます。下のカットラインの延長線上でカットします。同じように下のカットラインに沿ってカットしていきます。フロントサイドも下のカットラインの延長線上でカットしていきます。もちろん反対側も同じようにカットしていきます。できましたらトップを横スライスでパネルを引き上げ、トップにできた角をカットします。角をカットするだけです。バックセクションから頭の8回りのパネルを引き上げ、角をカットしていきます。襟足の長さをカットしてスタイルの微調整をします。
前頭部と後頭部を分けて耳周りアウトラインをカットします。三つ襟部分に向かってカットします。反対側も同じくカットします。次に前髪をカットします。前髪はすでに短くカットされていますが、活かしてカットしていきます。前髪センター部分左右の髪の流れが違いますので、このことを考慮しながらカットしていきます。次は前髪の幅の部分ですが、すでに幅広くカットされていますので、活かしてカットしていきます。顔の大きさやお客様の希望によって幅を狭く、顔が小さく感じるようにここで調節します。フロントサイドはもみあげ部分で分け取り、輪郭がきれいに見えるようにカーブをつけてカットします。こちらの部分も同じようにカットしていきます。ウェットでのカットが終わりました。前回カットで削がれていますので、ドライカットで削ぎたいと思います。乾きましたのでドライカットを始めます。全体のシルエットなど確認しながらドライカットしていきます。まず襟足から削ぎを行っていきます。中間から毛先に向かってカットラインと同じ感じに削ぎを行います。そして襟足アウトラインも良い感じに柔らかく見えるように整えていきます。次にこの上のブロックも下側から表面が毛羽立たないように削ぎを行います。
分厚いところと薄いところを見極めながら削ぎを行います。トップ部分は表面に短い紙が出ないよう毛艶が保たれるように削ぎを行います。フロントサイドもブロッキングして毛量調節と表情付けを行っていきます。もみあげ部分は耳にかけることを想定して耳にかけたとき短い毛が出ないように削ぎを行います。耳にかけたときに耳後ろが分厚くならないように削ぎます。ヘムライン2センチくらいの部分も少し薄くしておきます。そうすることで耳にかけた時も分厚くならずに収まりが良くなります。次のブロックは中間から毛先に向かって削ぎを行います。フロント部分、サイドの紙を耳にかけた時に輪郭にきれいに沿うように削ぎを行います。トップ部分は表面に毛艶が残るように削ぎを行います。こちら側も顔周りは輪郭に沿うように削ぎを行います。できましたらアウトラインをチョップカットで柔らかなシルエットが出るようにしていきます。
トップは毛先の表情付けと中間に立ち上がりがつくようにカットします。次にスライドカットで立体感がつくようにカットしておきます。全体のバランスを確認していきます。ドライカットが終了しました。ではバームトオイルを少し混ぜ中間部からつけていき仕上げます。表面は最後に手のひらに残った整髪料をつけて仕上げます。荒刃の櫛で整えていきます。耳にかけて仕上げます。耳にこの一個はかからないのでピンで留めました。少し不自然ではありますが仕上がってきました。出来上がりです。はい、仕上がりです。はい、今回はマッシュ風ショートボブをカットしました。カットポイントはバックのポイントを低めにすることと、顔周りが小顔に見えるように前髪処理をすることです。女学生から中年女性まで年齢制限がないところがサロンでの人気の秘密です。また耳掛けや前髪を横に流すなどアレンジもしやすい点です。それでは皆さん、このチャンネルが良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。